まず白滝。どうも、優勝兄さんだよ。お兄さんと一緒にできるもんのコーナー。今回はさっと作れるみんなが大好きな味、ピリ辛豚白滝っていうのをやっていきたいと思います。良い子のみんな、準備はいいかな？これなんで作ったかっていうと、すき焼きの中の白滝って世界で一番美味しいと思ってる白滝で、味の染みた白滝本当に美味しいよね。あれだけ食べたいよねっていうので作ったのがこのレシピです。白滝にお出汁とね、お醤油染みさせて、このピリ辛豚白滝、今からお兄さんと一緒に作っていきましょう。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いってみましょう。まずは白滝、だいたいね、白滝は1袋 180g から 200g ぐらいなので、それを選んでください。豚バラ肉が 120g、こま肉でも大丈夫です。玉ねぎが4分の1個で 60g、 あとは概要欄に書いてありますので、そちらをチェックしてみてください。これから料理していくわけなんだけども、 YouTube を見てる良い子のみんな、お兄さんね、一つだけ一緒に楽しみたいと思ってお兄さん用意してきました。良い子のみんなの大好きなハイボールです。これを良い子のみんなと乾杯したい。みんなお兄さんと一緒に乾杯してくれるかな？いいと思う。乾杯。じゃあ楽しく料理していきたいと思います。じゃあ良い子のみんな、これから包丁を使っていくから、包丁を使うときはちゃんと気をつけてね、手を切らないようにやるんだよ。慌てないでいいからね。慌てないでゆっくりね、ゆっくりこの玉ねぎを切っていきます。じゃあ豚バラですね。これね、3、4センチの幅で切っていきましょう。はい、では今度白滝をやっていきたいと思います。みんな良い子だから湯がいてると思うのね。茹でて臭みを抜いてると思うんだけど、お兄さんはねちょっと違う。白滝ってちょっと獣臭いよね。でもこの蛇口から出る40度ぐらいのお湯、これで洗えば大丈夫。洗えば匂いってすぐ取れるの。できればね、ぬるま湯がいい。水でも取れなくはないんだけど、昔の白滝はもう少し匂いあったんだけど、今の白滝はそんなに臭くないから、茹でる必要ない。まずお湯で洗う、これ大事です。はい、そしたら白滝ってすっごい長いの、見て、こんなに長いの。これをそのまま食べちゃうともう食べにくくなっちゃうから、これを切っていく。こういう時に活躍するのはこうやってハサミなの。こうやって4等分くらいにしてください。そうするとほらこんな感じで箸で持ちやすい長さになるでしょ。これはね、料理やってる人の中では常識なんだけども、このチャンネルは、料理をしたことないみんなに優しいチャンネルだからね。一応匂いがいい。でもう全然匂いしなくなる。だからぬるま湯で洗うだけでいいの。じゃあ、今度は炒めていきます。いいですか？じゃあこの小さいフライパンねに材料を入れていくよ。まず白滝、豚バラも入れちゃう。豚バラはできれば固まっちゃうから、ちょっと剥がしながら入れた方がいいかな。こんな感じですね。最初に炒めないのはなんでかっていうと、やっぱすき焼きを、想像してるから、やっぱすき焼きっぽく作りたいんだよね。牛肉はね、豚肉より高いから、だから節約できるように豚バラにこれ大さじ、じゃあ砂糖が大さじ1分で、醤油が小さじ4、だから大さじ1と小さじ1。砂糖は甘み漬けで、お醤油は味の根幹ですね。白だしが大さじ1分で、お醤油と砂糖と白だしが混ざることによってすき焼きの割り下みたいな味がする。でみりんが大さじ1分、これ甘みとコクですで、味の素が3分です。味の素を入れるのは豚のうまみと、相乗効果が生まれて、すごくすき焼きの味が出てきますので、味の素を入れてください。で唐辛子、お兄さんはねいつもねこの輪切りを使ってるので、辛いのが苦手な良い子なみんな他の料理作りましょう。鷹の爪なくても美味しいです。すき焼きに鷹の爪ないから。でここにね全部鍋に入れちゃう。強火で煮詰めて完成。炒めると香ばしさが出ちゃうんだけど、すき焼き味の白滝をいっぱい食べたいって思ってお兄さんが作ったレシピだから、いらないよ。白滝ってそのまま食べても全然味もそっけもないから、煮汁を一緒に煮詰めていくとどんどん白滝に味が入ってくるんだよね。だから味が入った白滝ってすっごく美味しい。
最初に炒めたりタレを作ったりしないで、タレを全部入れてから一緒に白滝と煮詰めることによってすっごくね白滝に味が染みて美味しくなる。これを、ね、皆さんにねお伝えしたかった。ポイントは今シャバシャバのこの煮汁を全部白滝に吸わせることが大事。もしね油たっぷりの牛肉とか余ってる人は牛肉でやっていただいてもいいんですけども、まあお兄さんねやっぱり庶民の味方だから安めの豚肉でやってる。これは煮込みが甘いとこの白滝に全然味がつかないから、ちゃんとこの煮汁を全部この白滝に吸わせる。でこれ味が吸うまで煮ながら炒めにしていきます。炒めにしながら良い子のみんなと乾杯していきます。乾杯。料理のお兄さんというぐらいのねお兄さん感が大事じゃないとおまんま食えなくなっちゃうんでね。お兄さんでいることも大変なんだよ。炒めております。炒めることによって玉ねぎは柔らかく煮えて、で豚も柔らかく煮えて、で豚からはいい良質な脂が出てるんで、その脂をこの白滝まとって非常に美味しくなるんですね。で今回は白だし大さじ1を使ったんですけども、もしない方はちょっとだけ砂糖を減らしてこれうまつゆね、僕いつも使ってるんですけど、これうまつゆ使っていただいても構いません。強めに炒めていくとほらね煮汁なくなったでしょ。煮汁ほとんどなくなってる。これだったら完成。じゃあこの白滝をお皿に盛っていきます。良い子のみんなは盛り付けとか気にしてますか？気にしなくても味は関係ないんだけど、でも食べてくれる人は盛り付けがいい方は美味しく感じてくれます。ちょっと盛り付けは気をつけた方がいい。だからお兄さんみたいにちょっと豚さんとこの白滝さんの見えるところをこうちょっとバランスよく整えたりとか、最後に唐辛子の赤い部分が上に来た方が食べる側はこんなに綺麗に持ってくれたんだな、嬉しいなってなるから、できれば綺麗に作ってあげた方がいいですね。食べさせるときね、自分で食うときは別に全然フライパンのまま食ってもいいです。盛り付けの観点からいくと赤だけだと寂しいので、少し小ネギね緑を振ってあげると非常に美味しそうに見えますよね。ということでもう完成しました。やみつきピリ辛豚白滝完成です。良い子のみんな、みんなも美味しく豚白滝できたかな？お兄さんと一緒にやっていきましょう。いただきます。まだいくぜ。お兄さん今日5杯目。じゃあいただきます。白滝が最初の白色から汁を吸ってこの色になってるの分かる？うまっ。濃い味でお酒のつまみにはもちろんだけどご飯もいけますねこれね。うまい。甘辛味でこのご飯にのっけて豚丼とかも美味しいかも。結構パンチの効いた味なんで、これはね多分みんな好きな味付けだと思う。味変換風じゃないでしょ。やっぱり和の味付けには七味唐辛子。苦手な良い子はそのまま食べようね。なんかホッピー通りの味でする。うまっ。美味しい。めちゃくちゃ酒が進む料理になってると居酒屋に出てきてほしいなこれ本当に。ということで良い子のみんな、今日は新潟からお越しの良い子哲也くんに。哲也くんは何歳なのかな？36歳です。お兄さんとこのノリも痛いもん。お兄さんと同い年だね。同い年ですね。きついな。いただきます。はい。はい、しみテンション。炒めてるから本当にいい感じになってるね。べちゃべちゃじゃないからすごいさっぱり食べられるっていうか。で油使ってないんだよね実はね。豚さんの油だけでやってるからこう白滝を食べるって感じ。なんかでも近いもの居酒屋で食べたことあるような気がするけど、なんかちょっとねチャプチャっぽい、チャプチャっぽい脂っこい感じだったりとか、まあ水っぽい感じであるけど、これは本当なんか炒め物っていう感じで食べられるから、割とさっぱりしてるし白滝だから罪悪感ない。だからこれをおかずにしてご飯食べても全然炭水化物過多にならないし、春雨とかは糖質が高いからあれ実はでんぷんなのであれは。白滝はもうこんにゃくと同じだから。まあこんにゃくてかこんにゃくこんにゃくです。白滝そんな美味しくないなって感じる人もいると思うんだけど、実は調味料をこれだけ吸わせると美味しいっていうのを良い子のみんなに今日は哲也くん
分かったかな。白滝の素晴らしさが分かったね。じゃあ良い子のみんなも白滝作ってみてね。バイバーイ。すき焼きとかもなんかお肉の油をこの白滝が吸ってくれるじゃない。だから喋り方がなんかお兄さんというよりお姉になってる。もう俺がお兄さんを名乗った時ですらお兄さんってギリギリだったのにもう36歳なんですよ。良い子のみんなって言っても20歳以上の良い子のみんなだからね。